I met an old man. I said, tell me your story. He took out a notepad and wrote something for me. Then he kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. It said, son, when you grow up you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers and you'll find what you've got. Searching for glory. I took out a notepad and wrote in my story. Then I kept walking on down the road. When your time is up, it's time to go. I pray he reads what's on the note and takes to heart what I wrote. I said, son, when you grow up you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers and you'll find what you've got. When you grow up you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers and you'll find what you've got. 西日本を縦走する中央構造線の南側に連なる西南日本外帯山地。そこに見られる山岳集落天坂の村の中で最も西に位置するのが九州山地です。今回は九州山地の最終回です。熊本県五木村と八代市泉町柿迫を訪ねます。五鹿野市を後にし、川辺川に沿って国道445号線を南下していきますと五木村になります。この竹の川地区を過ぎ、県道五木湯の前線を左折、川辺川の支流である下梶原川を遡っていきます。そして下梶原川の北東斜面を一気に登っていきます。この先にある梶原集落は標高1027メートルの山の中腹にあり、谷底から300メートルも駆け上がった緩斜面上に形成されています。ちっちゃいね。
木村は子守奉公に出た幼い娘が故郷への思いを歌ったと伝わる五木の子守歌発祥の地として知られています。歌のメロディーが哀愁を帯びているためにちょっと暗く寂しいイメージがありますけれども、五木村のある川辺川水系は谷が広くて、この梶原地区も視界が開けてとても気持ちの良い集落でした。ここは共同の水場でしょう。共同井戸ではなく沢から水を引いて溜める施設です。五木村から県道247号線を北西へ向かい、八代市泉町柿迫地区の天坂の村を目指します。五木村の上高地から県道247号線を走っていきますと、小別島という変わった読み方の峠があります。その峠の手前にある平沢津という小さな集落を歩きます。この集落は梶原地区のように斜面上ではなく谷間の平地に形成されているイメージですが、実は梶原より高い標高800メートルに位置しています。寄せ棟屋根平屋建ての民家が山懐に並べられた高原の集落です。小別島を越えて八代市泉町柿迫に入ります。この集落は有明海に注ぐ氷川の上流左岸にある岩奥地区です。岩奥集落は1988年、私が2度目に五日野市を訪ねた時に見つけました。その時はですね、高地のほとんどに稲が植えられていまして、とても美しい棚田集落でした。あれから33年、高地の使われ方も変わっているようです。五日野町を最初に訪ねた1983年の時のお話ですが、当時五日野町へはですね、バスが通じていませんでした。肥薩線の人吉駅でバスに乗り換えまして、1時間半揺られて、五木村の一番北にある終点の上高地バス停で下車し、そこから2時間も歩いて五日野町の中心集落であるシーバルにたどり着きました。まさに五日野町は秘境中の秘境という地域でした。この柿迫岩奥地区も五日野町と同じ旧泉村に属してますが、その間にはですね、高い山脈があって、標高1000メートルの峠を越えなければ互いに行き来することができません。したがって同じ旧泉村でありながら、川辺川水系の五日野町はその下流にある人吉とのつながりが強く、氷川水系の柿迫地区はその下流にある三郷町とのつながりが強くなっています。岩奥にもやはり落人伝説があります。この根株はその伝説上の人物である鬼山御前が植えた杉と伝えられています。鬼山御前という人は女性で、屋島の戦いで敗れた平家の官女玉虫御前のことだとも言われていまして、この岩奥に隠れ住んでいました。ところが平家追討にやってきた源氏方那須与一の息子と恋に落ちて夫婦になり、それ以降村が繁栄したというものです。天坂の村を歩くの九州山地利根川水無川編を見た方覚えてらっしゃるでしょうか。宮崎県の椎葉村にも似たような伝説がありましたね。
こうして見ると棚田も休耕地が多くなっているようです。さて、岩奥地区を後にして映像の奥に見える山の方へ移動します。あの稜線は八代市と三郷町との間にある白山という山から下る尾根で、山腹に天坂の村が多く見られます。八代市泉町の柿迫という場所ですけれどもね、糸原という集落に今登っていっています。例によってヘアピンカーブが連続し高度を上げています。いつも言いますけれども、この森が抜けるとパッと開けて集落が現れるということになります。上はね、緩やかな傾斜になってますね。やはりね、急斜面のところには作れませんから、緩斜面にお茶の集落ですね。お茶栽培の集落ですね。綺麗だ。泉町柿迫の糸原という斜面上集落です。標高が550メートル、谷底から150メートルの位置にある日当たりの良い南斜面です。そこに見事なお茶畑が広がってます。やはり天坂の村は全国的にお茶の生産地との関わりが強いんですね。この柿迫地区の天坂の村は、今回地形図をくまなく調べて拾い上げたもので、初めて訪れました。西日本に分布する山岳集落、天坂の村の最西端に位置するものになります。今、地元のおじさんに声かけられて、集落案内するよって言われたので、言葉に甘えて集落を案内していただこうと思ってます。さすがにこの道は地元の人じゃないとわかんねえな。古賀という集落の一番奥ですね。いやー、ほんと高いですね、この高さがね。あっちが宮山ね。宮山。あっちがほら。だから二ブラバットよ。岩奥はそこ。岩奥はこの向こう。谷挟んで向こうだから。谷の挟んで向こうか。住んでるんですかね。住んでるよ。住んでらっしゃる。そう。行ったら一日レーダーよくやってる。取材者が来るよ。最後のブラック。ここは最後の家だ。家ね、ここはね、ずっと向こうに行けば、横手に行ける。ほら、ここは見えるのがほら、宮山だ。あっちは宮山。宮山。深い山。なんか二バラで。これバス来るんですか、これ。タクシーか、これ。ここがそんな感じ。こんにちは。これいつ頃の建物なんだろうな。いや、そんな古くないですね。そしてほら、サイズがね、長くなっとったい。だけど合わんとったい。これも。この河原だと合う。枚数が合わない。ちょっと枚数というかほら、3が合わんから。そっか。3がね。3が合わん。これは、湧いてるんだね、そっからね。沢になってるんですね。だから、場所的には一番横場所だったよな。そこが、江ノ島の方が持ってったわけだ。こっち側の建物なんですかね。どれ？こっち左側。小屋。小屋？なんか、
全部開くようになってる。うん。こういう作りですか、全部。そういうわけじゃないですよね。いやいや、そう、っていうか、全部、だから雨戸よ。ああ、雨戸を全部閉めとって。ああ、そっかそっか。全部外せるように、してから。なるほど。あそこから入ってから。この辺り知り合い分かったらいけない。で、この辺りは、人間性がいい方。いや、集落に違うけんね。よくあんま言わなかけんね。ほら、上に重機のこう人と、分かるかな、あそこから。材木を。材木を。林業。林業が、専門がほら。これはもう、まだ1時半だって日の。もうここは俺さん日の早かですね。日が短くなってきましたね。いやいや違う、ここは特にだ、こう、ね。特にか。先ほど言ったらあそこだ行ってもらう。ああ。一箇所小中学校になってしまって。それはどこにあるんですか。だからお宅は下からずっと下にあるんですね。スタンドの前通ってきたろ。じゃあそれ五日野町の人もそこに通うんですか。だから寮。寮で。寮か。そうだよね。遠いもんね。歩いてこれないですもんね。だから冬場はね、ここの地区も寮に入ってた昔は。で、今はスクールバス。よし、ここまでかな。あとはもう空き家だ。でもあれですね。左側が小屋になって。あれ、馬屋とかなんですかね。そんな感じ。そんな感じですよね。うちもそう。標高870メートルの八山岳山頂公園から西の有明海方面を眺めています。ここから西にはもう浜坂の村はありません。関東山地から始まり、南アルプス、紀伊山地、四国山地、九州山地と歩いてきました。約1000キロに及ぶ西南日本外帯山地の浜坂の村を歩く、この一連の旅をここで終えたいと思います。浜坂の村としては西南日本外帯山地でもまだまだ行っていない集落はたくさんありますし、中国山地にも局所的に見られますので、これからも続けていきます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。またどこかの山の上でお会いしましょう。さようなら。I've been staring at the ceiling. I've been staying up all night. Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. I've been asking every question, 'cause I haven't got a clue. Why's it gotta be me? What the hell am I supposed to do? My breath. I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left. And I know there's so much more to this life, but it's hard to see it clearly. I tried my best, but nothing turns out right. God, I need you now so dearly, 'cause I've been running circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left. I've been running circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can. I ain't got nothing left.